こんにちは。モータージャーナリストの K です。私事ですが、娘が2歳半になりました。決意しました。外遊びが大好きな娘のために、結婚を機に手放していたキャンピングカーを再び買います。一緒にやろう、おいで。一緒にやろう、おいで。キャンピングカーライフ。キャンピングカーを本気で探し始めたのは3ヶ月ほど前です。キャンピングカーは大人気で、新車の納車は早くて1年待ち。2年以上待つことも珍しくありません。日々成長していく娘。あまり待てる時間はありません。新車は次に買うことにして、今回は即乗り出せる中古を探しました。私の条件は3つ。仕事でも使うので、200系ハイエースの標準ボディ、ハイルーフベース。簡易キャンパーではなく、サブバッテリーを中心とした本格電装システムがあること。中古で探すので、割安感は正直欲しいです。でも、今は中古のキャンピングカーも需要が型状態で高いです。在庫はすぐに売れてしまい、弾数も金賞。カーセンサー、グー、ヤフオク、メルカリ、ラクマ。私の条件では全然見つかりません。待てるなら新車の方が買い得と思います。でも、私の事情では待てません。そんな中、ヤフオクで200万円を切るハイエース標準、ハイルーフベースモデルを発見。出品者とコンタクトして、とある町まで入札前の下見に行きました。走行は20万近い玉でしたが、距離の走れるディーゼル車ベースのキャンパー。期待が高まります。で、下見の結果ですが、惨敗。装備のすべてが手を入れないといけないレベルで放置されていた玉で、まあ装備は直せるにしても、激しい喫煙者だったのが厳しかったです。しょんぼりして帰ります。考え方を変えて、ポーチビルダーのホームページを片っ端から見ていくことにしました。ビルダーは乗り換えユーザーの下取り車を中古キャンパーとして出すことがあります。程度はいいことが多いのですが、やはり価格もそれなりに張ります。ところが、もしもし、K です。どうも、いつもお世話になってます。ネットに出てるハイエースの中古キャンパー。これ、まだあります在庫。そうですか。はい。なるほど、なるほど。すいません。ちょっと、今すぐ見に行ってもいいですか？東大元暮らしとでも言うのでしょうか。何度も媒体の仕事で伺っているフィールドライフに条件に近い玉がありました。群馬の渋川にまで現車を見に行きます。フィールドライフに到着です。今度こそと期待に胸が膨らみます。フィールドライフは軽キャンパーのコングやバロックをはじめ、シリウスなどのセミフルコンも手掛ける大手のコーチビルダーです。乗り換えユーザーの上質な中古キャンピングカーも取り扱っています。目当てのキャンピングカーはこれです。晩婚の老舗ビークルのオプト、ハイエース標準幅ベースの貴重な本格派モデル。想像していたよりも外装が綺麗。外装が綺麗な中古車は期間の手入れも良いことが多いです。貨物用の JWLT ホイールと新品のサイドオーニング付き、スリムなオーバーフェンダーも付いています。サイクルキャリアも付いてました。外装に関しては自分で少しずついじっていくつもりですが、しばらくはこの状態のまま乗っても十分にいい感じだなと思いました。引っかき傷が2箇所ありましたが、
小さなもので撮影しても見えないレベル。中古ですから無傷ということはもともとありえません。本当に綺麗です。車両価格は225万円。内装をチェックしてみます。なんだか少年のようにドキドキします。エントランス正面にキッチンのあるレイアウト。珍しいですね。ダイネットはこの字型、8人乗りです。シートもまだ綺麗です。年式を考えれば全然 OK。運転席上部にはオーバーヘッドキャビネットがあります。オープンシェルフもついています。何かと便利そうです。セカンドシートを前向きにセットするとこうなります。もちろんヘッドレストも付けられます。電装はツインサブバッテリーと走行充電、外部電源、外部充電システム揃ってます。とても気に入ったので試乗をさせてもらうことにしました。2000cc のガソリン車なので走りはどうなのかちょっと気になってました。意外なことに車体の重さを感じません。ストップ&ゴーが楽です。ごく普通のハイエースを運転している感覚です。高さ以外は5ナンバーサイズで視点が高いので狭い道でも乗りやすく、坂も問題なし。幹線道路でもごく普通のハイエースです。パッと見がお仕事車のためか道を譲ってもらえるのが印象的でした。これなら仕事で弟子の M も運転できます。ハイルーフによる高速での横風の影響はまだ未知数です。ただ上部にあるのはキャビネットぐらいですからトップヘビーではありません。まあどうにでもなるレベルでしょう。走行距離は10万キロ超えですが調子がよくさらに10万キロぐらいはいけそうです。で結局購入しました。娘よ、パパキャンピングカー買ったぞ。待つこと2週間。納車準備が整ったという連絡をフィールドライフの斉藤店長から受けました。湘南新宿ラインで群馬へ向かいます。車検山のあるキャンピングカーなのに納車に2週間かかったのは私が装備の追加をお願いしたのに加えて、一旦整備済みの展示中古車を制約後さらに点検とクリーニングをして引き渡してくれるフィールドライフのポリシーのためです。きちんとしたビルダーだと思います。そして前より綺麗になってる。斉藤店長から納車説明を受けます。斉藤店長はこの道うん十年のベテラン。説明が上手で分かりやすいです。店長とは仕事で長い付き合いなんですけれども、この人ほんとフランクな人でいつも話が盛り上がります。取説あるじゃん。わかりやす。マニュアルが完全な形で残ってました。配線図がついてました。電装系の DIY をやるときには必須です。オプトの2段ベッドの展開方法がわからなかったので、斉藤店長にレクチャーしてもらいました。
天井からバーを渡して吊り下げるタイプ。バーは強度を出すため重量は結構あります。2丁か。2段ベッドの展開は2人でやるのが無難なようです。上段マットはボディ形状に合わせてしっかり作ってありました。これ多分すんごい使ってないですね。めっちゃ綺麗ですね。すごい使ってないだろうね。使用頻度が低かったようです。もう1枚のベッドボードをセットして完成です。強度は大人が乗っても全く問題ないです。驚きの強度ですね。サイズ的にも大人が寝られます。やんちゃ娘が落ちないよう気をつける必要はありそうですが、このモード喜びそう。フィールドライフを後にしてすぐにオプトの装備を使ってみます。私は関西出身なのですが、嬉しがりやなぁと、関西ならきっとからかわれることでしょう。でもいいんです。嬉しいから。サイドオーニングは独身時代に乗っていたキャンパーにはついていませんでした。やはりあると便利です。キッチンは大きめで前テーブルも兼ねます。蓋はどうするかな。ここですね。冷蔵庫にはすぐ手が届きます。冷蔵だけでなく冷凍もできるエンゲルのコンプレッサー式冷蔵庫。こちらは外部電源をつなぐと使えるコンセント。下部には引き出しがあります。サービスでつけてもらったインバーター。こっちのコンセントはサブバッテリーの電力で AC100V の電化製品が使えます。これはバッテリー残量計です。スイッチの右側を押すとサブバッテリーの残量がわかります。フロアベッドを展開してみます。セカンドシートをフラットにして、サードシートの背もたれで隙間を埋めます。ちょっとしたパズルです。ダイネットのテーブルがちょうどソファー下に入る大きさだったのには内感度。マットの台座になるバーを渡して、ビアシートをマットとしてバーの上にセットすれば完成です。大人2人と子供1人なら十分寝られます。ベッド幅は150センチあります。長さは188センチ。ハイエース標準ボディベースのキャンピングカーのフロアベッドは他のモデルでもこのくらいのサイズが多いかと思います。セカンドシート幅は120センチ。カーテンを閉めてみます。プリーツの遮光カーテン。後付けで買うと驚くほど高くつきます。破れもほつれも見当たりません。車中泊を快適に過ごせるかどうかはカーテン次第は言い過ぎかもしれませんが、旅先でさっと目隠しできるカーテンは使用頻度が高く、私の旅では必需品です。この部屋感、これが大好きです。うちのやんちゃ娘はこのキャンピングカー喜んでくれるかな。